こんにちは。日本語フローへようこそ。このポッドキャストは日本語を自然に聞きながらリスニング力を伸ばすための番組です。今日は日本の夏の風物詩、花火について詳しくお話ししていこうと思います。それではゆっくり聞いていってください。夏になると日本ではたくさんの場所で花火大会が開かれます。夜空いっぱいに広がる大きな花火を見ると、今年も夏が来たなと感じる日本人はとても多いです。皆さんの国では花火を見る機会がありますか？お祝いの日だけ見る国もあれば、新年に花火を打ち上げる国もありますね。日本では夏と花火は切り離せない存在です。子供から大人まで多くの人が毎年楽しみにしています。ではなぜ日本では夏に花火大会が多いのでしょうか？実はその始まりは江戸時代まで遡ります。今からおよそ300年ほど前、江戸、今の東京では大きな飢餓や病気が流行っていました。多くの人が亡くなり、人々の心も暗くなっていました。そこで亡くなった人々の供養と疫病がこれ以上広がらないようにという願いを込めて花火が打ち上げられたと言われています。つまり最初の花火は楽しむだけではなく、人々の祈りの意味を持っていたのです。今ではお祭りのイメージが強い花火ですが、その背景には歴史と人々の願いがあるのですね。日本には全国でたくさんの花火大会があります。その中には100年以上続いている大会もあります。花火職人たちは1年を通して花火を作っていて、たった数時間の花火大会のために何ヶ月もかけて準備をするそうです。一発の花火にもたくさんの技術と経験が詰まっているのですね。だから日本の花火は世界でも高く評価されています。ここで一つ面白い話をご紹介します。皆さんは花火の色はどうやって作られているか知っていますか？実は色は火薬だけではないのです。花火には様々な金属が使われています。例えば赤い花火にはストロンチウムという成分、緑にはバリウム、青には銅が使われています。金属が燃えることで美しい色が生まれるのです。夜空いっぱいに広がる花火はとても美しい科学でもあるのです。日本人は花火を見るとき、綺麗という言葉をよく使います。でも花火は本当に一瞬で消えてしまいます。大きな花火でも数秒しか見ることができません。だからこそその短い時間が特別に感じられるのかもしれません。日本には物の哀れという考え方があります。これはずっと続くものよりもいつか終わるからこそ美しいと感じる日本らしい感性です。桜の花もそうですね。満開の桜もすぐに散ってしまいます。花火も同じです。一瞬だけ夜空を明るく照らし、静かに消えていきます。その儚さに多くの日本人は美しさを感じるのです。花火大会の日には浴衣を着る人もたくさんいます。浴衣は夏に着る着物です。色とりどりの浴衣を着てお祭りを歩く人たちを見ると、日本らしい夏の風景だなと感じます。会場には屋台もたくさん並びます。焼きそば、たこ焼き、かき氷。子供だけではなく大人も屋台を楽しみます。花火が始まる前の時間も日本の夏の楽しみの一つです。ではここで小さなトリビアです。皆さん、たまやーやかぎやーという掛け声を聞いたことがありますか？昔の日本には玉屋と鍵屋という有名な花火職人の店がありました。特に江戸ではこの2つの店が人気を競っていたそうです。花火がきれいに上がると観客は応援するように玉屋、鍵屋と声を掛け合ったそうです。今でも花火大会でこの掛け声を聞くことがあります。昔から続く日本ならではの文化ですね。最近では音楽に合わせて花火を打ち上げる演出も人気です。ゆっくりした曲に合わせて静かに上がる花火。盛り上がる曲に合わせて次々と打ち上がる花火。まるで夜空でショーを見ているような気分になれます。技術も年々進化していて、ハートの形や笑顔の形に見える花火、
キャラクターのような花火が登場することもあります。毎年新しい花火を楽しみにしている人も多いのではないかな。皆さんが日本へ旅行に来る機会があれば、ぜひ夏の花火大会にも行ってみてください。昼間はとても暑いですが、夜になると少し風が吹いて夏らしい空気を感じることができます。遠くから聞こえる花火の音、浴衣姿の人たち、屋台の賑やかな雰囲気、そして夜空いっぱいに広がる大きな花火。写真や動画では伝わらない感動があります。きっと日本の夏を忘れられない思い出になってくれるかなと思います。今日は日本の夏と花火についてお話ししました。花火は美しいだけではありません。歴史や文化、人々の願い、そして日本らしい美しさの感じ方が詰まっています。もし日本へ来る機会があれば、ぜひ一度本物の花火大会を体験してみてください。それでは今日はここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。